はい、こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、前回に引き続きまして、今日は、目を主体に説明しながら描いていこうと思います。では早速いってみましょう。今日も画用紙用意したのは画用紙に、セトラの 4B です。この辺に目が来るようにしましょう。下から見上げてるというのもあるんですけれども、向かって右の目と左の目と比べると右の目の方がちょっと下に下がっている感じ、そして鼻筋というか鼻のラインがあって、で、眉毛のラインにつながると、こんな感じでしょうかね。はい、こんな感じで進めていこうと思います。はい、大まかにですけれども、ここがでこの辺に目が、そして、向こう側の目が来る感じですかね。こんな感じで、今回は、鼻とか他のパーツはちょっと避けてですね、目に特化して描き進めていこうと思います。だいたい位置関係はこんな感じでいいですかね。大まかな調子をつけながら進めていきますけれども、今回も右上から光が当たっていて左下に向かって影が映ってる感じですね。でまず最初に気をつけてほしいのは左右のこの目のね傾きというか位置関係ですね。どのくらい右下がりになっているのかっていうのを、この眉のラインはもちろんなんですけれども、それプラスこの上まぶたの端ですね、この先端、この位置とか下まぶたの端、先端ですね、この辺とか下まぶたの終わるところ、こういったところも角度をね合わせるように、利用していくといいと思います。はい、こんな感じでいきましょう。で少しね調子を強く入れておきます。この辺も少し暗くしておきましょう。でこっち左サイドもですね少し暗くしておきます。この辺りでちょっとガーゼで撫でます。はい、ちょっと落ち着いたかな。はい、鼻筋があって額、この辺は少し明るく見えている。でこの辺りから左サイドへ向けて少し暗くなってくる。目は右サイドが少し明るく見えて左サイドが暗く見える。でこの辺りは頬が明るいので、この辺ですね、ほっぺたが明るく見えている。ここら辺もほっぺたが少し明るく見えている。はい、こんな感じでしょうか。はい、どんどんいきます。まず目の形ある程度捉えるんですけれども、結構ねこのデッサン始めたばかりの皆さんどうしても目の形をこの葉型というかアーモンド型というか、全部縁取りを強く描きすぎちゃうところがあると思うんですね。なので、なるべく明暗で捉えるようにして、どこが暗くてどこが明るいかなっていうのをよく見ながら、あまり全部一周ぐるっとね、全部が暗く見えてるわけじゃないと思うので、そこははっきり暗く見えるところは暗く描きますけれども、そうでないところはそれなりに、暗くなりすぎないように描いていきましょう。例えば向かって左側の目でいうと、この辺りは結構強く濃く暗く見えているんですけれども、それ以外はぼやっとして見えてるかな。でこの辺り、左下の下まぶたの辺りはちょっと暗くて、で頬骨というか頬骨が少し光が当たって明るく見えている。こんな感じでしょうか。でこのねまぶたのねこの下側にも光が当たってるんですけれども、この細い筋はちょっとね描くの我慢してちょっと後回しにしておきましょう。それよりも前に大きな構造ですね。まず鼻筋が通っていて、鼻が高い、日本人に比べてね鼻の高い像です。こんな風に、眉のラインもよく見ながら
のカーブをですね整えていきます。でこの辺りから影になる、暗くなる、こんな感じでしょうかね。目を細くして、目を細めてみるといいってよく言われるんですけれども、どんな見え方かっていうと本当に単純化して、細かい明暗はなるべくこう描くのを我慢してですね、大きな明暗で捉えるようになるべくねしていくといいです。こんな風にまずはこう塊で暗い形の塊ってことですね。塊っていうのは例えばこんな形の暗い塊みたいなエリアを決めてその中を塗っていくようなそういった色面の作り方というか、捉え方になります。細かい明暗は置いといて、今ここですね、ここが暗くてここが少し明るくてここがまた少し暗くなるっていう3段階、ここではねこれちょっと明るすぎたかな。一個一個のまぶたの形っていうのはあまりこの時点では意識しすぎないで明るいか暗いかに特化して見ていきます。額はどうでしょうね。額は結構この辺りから顔のちょうど中心くらいから左側面暗く見え始めてるのかな。はい、こんな感じでしょうか。額が正面そして側面みたいに正面と側面とねこう単純化してみるっていうのも大事なんですけど、結構ねこれ綺麗なこう円柱状というか円弧を描いているようなそういう感じの像なので、ここはね円柱を描いていくようなこう気持ちで少し調子をね、こっち側の明るい面と中間の面とこうちょっと暗い面みたいな大きく3段階にちょっと分けておこうと思います。この辺りは少し暗めでこの辺りがちょうど中間調子で、右サイドこの辺は明るい光が当たってる面っていう感じですかね。はい、鼻は前回描いたのでここはあんまり追求しすぎないで左右の目の感じだけ特にねよく見ていきましょう。こうやって今調子をつけながら気づく人いますかね。こちらサイドのこの暗さ濃さこのトーン調子ですね。この暗さに対してこっちの向かって右側の暗さ影は少しちょっとねこう抑え気味に控え気味に調子を乗せています。あまり黒が濃く出過ぎないように、色が濃くならないように少し淡めのグレーで描いています。これは向かって右側の目の方が遠くにあるというかね奥へ行ってほしいっていう狙いもありまして少し弱めに調子を乗せてる感じです。で今下から見上げているのでこの上まぶたのこの下側も少し見えてるんですね。上まぶたのこれ上まぶたです。上まぶたの先端が一番暗くて内側に回り込んでいく。そして下まぶたのこの側面左下の側面は暗く影に見えているけど右側面は結構明るい。こんな感じでしょうか。ちょっとねこの光の当たってるところを練りゴムで書き起こしてみます。こんな感じかな。で暗いのはこの辺りここら辺まで光が当たっていてここから先は影の仲間ですね。ここから先は影の仲間で下まぶたもちょっと書き入れてみましょうか。そろそろこんな感じかな。こっちの目はどうでしょう。こんな感じかな。はい、形がねはっきり見えないところははっきり見えないまま書き進めていきます。
これが下まぶたの終わるあたり、とりあえずこの辺ですかね。下まぶたの終わるあたり、ほっぺたとぶつかるあたりですねがこの辺、このあたり、こちらはこの辺ですかね。この辺が下まぶたの終わるあたりで、目そのものは人間だと黒目があるんですけれども、石膏の場合は、この、アーモンド型の目の中の、白目黒目っていう区別はこの像の場合はないので、こういう湾曲した平面としてね、湾曲した面として見ていきます。中にはねフレンチっていう目を作ってある、目の中の黒目を作ってあるような像があったりもするんですけれども、この像は特にそういったところまでは作っていないので、ここがですねこういう扇形の、面というかねになるように描いていきます。はい、ここ結構ね重要なところなので、はい、よく見てください。ここが明るい暗いの境目ですね。上まぶたの光の当たっている面、ここですね。光の当たっている面、こちら側でいうとここですね。この面に対して一番飛び出ているのはここです。ここ飛び出ているところで、ここから先はこう影に含まれていく。左サイドはここから先が影になっていく。一番明るい光が当たっているのはここだけで、この下のこの部分ですね、この上まぶたの飛び出ているこの下の部分のこの目との境目のこの飛び出ている部分、ここに結構ねこう反射光というか、後ろから下のこの目に映った光が薄くこうね下側から上向きの面に向けてこう映り込んでいるんですね。ここのねちょっとした明るさをしっかり描いてあげると自然な見え方になってくれます。はい、この一番飛び出ているところのすぐ下、ここですね、ちょうど屋根のひさしの裏側みたいなこの部分を見逃さないでしっかりと描いていってあげましょう。ただあまり反射光だからといってこう明るくしすぎちゃうとまた不自然になるんですよね。今日は前回描いた時よりも、外の明るさというか日が照っていない、今日曇り空、雨が止んだところなのであまり強いこう反射光が入ってないんですよね。うっすらとちょっと明るく見えているかな程度の見え方をしています。その時ごとにこの反射光とか見え方変わっていくので、どんな風に、反射光だからどう描かなくちゃいけないみたいなあんまりこう描き方にとらわれないで実際のその現象をねよく観察していってほしいなと思います。今日の見え方、今日のこの光の加減ではそこまで、反射光が強くないと。はい、ここ少し強調しますね。鼻筋の一番尖っているところというか、飛び出ているところ、そこに対してまぶた、そしてこのまぶたの上の部分ですね。この上の部分少しこう盛り上がっている感じです。で額の側面、ここもね少し反射光というか逆光みたいなのが裏側から入ってきてるんですね。ここの上側ですね。この上側、この辺り、ちょうどこう引っ込んでいるところ、はい、こんな感じでしょうか。少し撫でておきます。はい、鼻はね、前も言いましたけれどもこう断面は丸い感じです。あまりこうまっすぐになんて言うんでしょう、鼻のこの光の当たってる先端部分ですねがまっすぐになりすぎないように少し湾曲してるっていうのをね意識してかまぼこ型に描いていきましょう。で内側でここがほっぺたにつながっていく。目のくぼみ、この辺結構暗いですね。こんな風につながっていく。
はい、徐々に調子の幅、色幅増やしてきました。でここが下まぶたの終わるところ、ちょっと幅広すぎたかな。少し狭くしてみましょう。はい、こんな感じで一番飛び出ているのはここです。この辺りが一番自分に近いところ、飛び出ているところ、そこに比べて後ろへ引っ込んでほしいので、明るさも少し差をつけていきます。はい、どうでしょうか。今回はカピトリ色のヴィーナス、鼻に引き続きまして、今度は目ですね。目を描く時のポイントについてお話をしました。はい、こんな感じです。はい、今日は以上で終わります。それではまた。